こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。すごい天気が良くてね、今日は何度ぐらいかな？ 30 度ぐらいあんのかな？結構暑いな。日本は寒いですよね。なんか全然天気違うね、やっぱね。で、今日は、チャネリングについて、やっていきたいなと思っています。本当にね、実践的なチャネリングやっていきたいなと思ってますので、まず、チャネリングっていうのはね、何なのかっていうことなんですけど、意図したらね、どことでもつながっちゃうってことなんですね。チャンネルを合わせるとか、名前に本当にね、感化されないというか、あんまり名前でね、圧倒されないように、大したことじゃないので、意図してつながったらどことでもつながるっていうことになりますので、自分が意識向けたところとつながっていくっていう感じですね。じゃあ、どんな感じでやるのか。今、私のチャネリングのやり方見ていただいて、掴んでいただくといいんじゃないかなと思います。じゃあまず自分自身のいつもつながってるんですけど、いつもつながってるハイヤーセルフにつながると宣言します。ハイヤーセルフにつながります。宣言します。でじわっとね、感覚が来ても、来なくてもつながってますので、そしたらここから、そうですね、今の私に必要なメッセージくださいって言ってみようかな。今の私に必要なメッセージをお願いします。で、ここから、どういうふうにメッセージを受け取るかってことなんですけど、あっていう気づきですね。あっていう気づきとか、心の感覚とか、ポーンと何か来たりとかっていう感じなので、本当に自分の五感を通してね、来る感じなんですよ。じゃあ今何が来たか。うん。いいよいいよって言ってる感じですね。いいよいいよって、今言葉が耳から聞こえたんじゃなくて、いいよいいよってひらがなで書いてあったような感じですね。いいよいいよ。で、ここから、それで終わら、いいよいいよってなんだろうなってなるじゃん。で、これで終わらすんじゃなくて、ここから突っ込んでいくんですね。いいよいいよ、いいよいいよって何ですかって。わかんないですよって言うと、教えてくれるからね。そのままの方向でいいよってことですって今来ましたね。あってやつね。あっていう気づきを使っていく感じだから、こっからだから会話していくんですね。そのままの方向でいいよ。それは仕事についてですかとか聞いてみようかね。それは仕事についてですか？全部ですだって。全部です。もうすごいもうだからね、ハイヤーセルフとか大きいから、うん。大きいことしかまだ言わないんだよね。だからそこから突っ込んでいくっていうのがいいと思うんですけど、で、来るものはあっていう気づきだね。大体あっていう気づきとか、うん。あとはこう言葉とかメッセージとかを、映像みたいな感じで来ることもあるんですけど、映像とかが分かりづらかったら、あっていう気づきがあったらもうそれがメッセージだと思っていただくといいと思うんですね。あと心の感覚とかね。じゃあ今度心の感覚でなんか受け取ってみようかな。じゃあそうだな。うん。今ね、動画をね、英語で撮るのを早くやろうか、たくさんこの YouTube で撮るのどっちが先かなっていうのやってみようかね。YouTube の動画を日本語で撮るのを先にやった方がいいか、英語で撮るのを先にやった方がいいか、どっちやった方がいいですかって聞くじゃん。そしたら心の感覚でそれをキャッチしてみます。英語の方が先なんですかこれは。英語の方が後ってきたね。やっぱりこう日本語の方が先なんだね。日本語を作ってから英語ってことですか？そうですってきましたね。そう。今これも心の感覚というかね、このハートのあたりの感覚で今キャッチしたことだから、これもハイヤーセルフなんですよ。わかりやすいよね、これだとね。なんかここの上のあたりで、このあたりでわっと来るって思うじゃん。
それじゃない、それだけ全部の五感を通してくることだから、これがね、チャネリングなんですね。じゃあ、そうだな、今度日本に帰るんですけど、何月に帰るといいですか？うん。5月ってきたね。もうね、すぐ、何月に帰るといいですかって聞いた時点で、今5っていう数字がさ、ここの今モバイルの中に入ってるんだけど、5ってさ、5っていう数字がパーンってきたから5月がいいんだね。4月5月ぐらいにちょうど帰ろうと思ってるから、やっぱ5月っていうのがすごくいいみたい。うん。っていう感じで、すべてだから今のやつだと、普通のこう肉眼も入ったね。だから肉眼でバッとこうフォーカスするようなものが入ったりとか、心の感覚とかね、そんなとこでチャネリングやるって感じだから結構ね、面白いんですよね。忙しいんですよ。自分の五感使っていくからね。うん。そしたら、これをね、人のやるときにどんな感じでやるかってことなんですけど、今、じゃあそこに旦那さんが寝てるからね。旦那さんのハイヤーセルフにつながってみるね。で、旦那さんのハイヤーセルフにつながるときは、クリシュナさんって言うんだけど、クリシュナさんのハイヤーセルフにつながりますって私が宣言してるよね。そしたらクリシュナさん、旦那さんのハイヤーセルフにつながった。うん。で、ここからメッセージを、聞いていこうか。じゃあ、旦那さんに必要なメッセージをくださいって聞いていってみますね。結構疲れてるから休ませてあげてって、今寝てるんですけど、うん、休ませてあげてっていうのがハイヤーセルフから来た感じだね。今のはこう、サラサラサラーってこう来た感じだね。休ませてあげてって言った感じ。うん。あとは、じゃあ、そうだな。体調が大丈夫なのか聞いてみようか。ハイヤーセルフでね。旦那さんの体調は大丈夫ですか？この間までね、うん。体調崩してたから、今ね、もうこれ話してる時点で、絶好調って流れてきた。絶好調ってね。嘘みたいだけどね。そう。こんな感じでいくんですよね。だから、なんだろう。ビジョンっていうのか、妄想なのかね。ちょっとわかんないけど、あっていう気づきだよね、やっぱり。絶好調。絶好調ってきた。みたいな感じだね。絶好調なんだね。うん。旦那さん、痔なんだけど、痔の方は大丈夫ですかね？聞いてみましょう。痔は大丈夫ですか？うん。ちょっぴり痛いです。だって。ちょっぴり痛いです。だって。じゃあ、ちょっぴり痛いね。うん。これは、どうすれば治りますか？時が解決します。今ここできたね。ハートできた。時が解決します。みたいな感じで受け取った感じですね。うん。面白いね。こういう感じで何でも聞いていくとね、教えてくれるんだけど、もう今の感じでわかるかな？五感なんだよね。なんかこの辺り絶好調ってきたりとかさ、ハートで感じたり、あとはやっぱり感覚、肌の感覚とかね。うん。絶好調って来た時なんかすごい元気な感じのエネルギー感じたりとかするし、そう、だから自分でね、意図したらどこでもつながっちゃうってことなんですね。うん。じゃあこれ人のハイヤーセルフのつながり方はこういう感じじゃん。人とこうやってつながることができるので、じゃあ、今度は、ここに犬が寝てるんですよ。犬が。ちょっと動かしてみるね。映ってる？ごめん。見えるかな？見える？これね、ワンコ。ワンコが寝てるね。そしたらこのワンコとつながって会話してみようかなと思います。そしたら、今のあのワンコね。ワンコとつながります。で、ワンコが今何言ってるかっていうのをね、寝てるけどね、なんかやっぱりキャッチすることできますから、ワンコのハイヤーセルフっていうのもワンコが何言ってるかっていうのは大体わかる。もうね、すぐ伝わってきたんだけど、誰も自分のこと見てくれないなーっていう感じで言ってる感じですね。うん。うちのワンコじゃないんだけど、隣の家のワンコなんだけど、まあ私たちとの方が仲いいからね、うちの前にいるんだろうけど、
誰も俺のことを見てくれないなって言ってるね。あとはじゃあ、そうだな。結構、それ以外のことは満足してるのか聞いてみようか。それ以外は満足してますか？うんうん。まあまあ満足。まあまあ満足してるみたいだね。うん。うん。今本当に、あ、そうだね。今すごい気持ちよく寝てるみたいで、気持ちいいなーっていう感情が伝わってきた感じしますね。これも、まあ、チャネリングだからね、ワンコにつながるチャネリングのやり方だから、合ってるかどうかわかんないよ。合ってるかどうかわかんないけど、やっぱりそっちの方に意識向けると伝わってくるんですよ。なんかこういう伝わってくる。で、伝わってくることに対して、ちょっとでも1ミリでも感じたら合ってるんですね。もう合ってるとしか言いようがないから、それに対しては合ってる間違ってる言ってるのって自分自身の思考なんですよ。だから、その合ってる間違ってるのをジャッジしないっていうのがすごい大事です。合ってることは、チャネリングしてる時は、もうつながってる時は100%合ってるんですよ。自分が感じたことが100%合ってるとしか言いようがないんですね。そう。だからここを、どんどん認めていくと、どんどん能力が上がるってことですね。だから、思考が動き続けてると、能力が下がる。ただそれだけのことなので、認めちゃう。ちょっとでも感じたらこんなこと言ってんのかなって思ったらそのまんま認めちゃう。そう。そうやってやるとすごい能力が上がります。うん。私はね、もう一切否定がないんですね。そのまんまこうやって来たら、あ、こうなんだなとかさ、っていう感じで、そのまんま感じちゃうので、そのまんま認めちゃうんですね、丸ごと。だからなんか能力が上がってるというかなんだろうな。うん。そのまんまなんかいろんなものとつながったりしてんのかなって思いますので、否定しないで、ちょっとでも感じたらそれを認めて楽しんでいただくといいんじゃないかなと思います。そしたら、最後ね、そうだな、宇宙とかやっぱね、見てる方、宇宙とか好きかもしれないから、宇宙存在とつながってみようか。これもね、意図したらつながっちゃいますので、宇宙存在の何にしようかな。うん。アルクトゥルスにしてみようか。アルクトゥルスとつながってメッセージ受け取ってみます。アルクトゥルスとつながります。宣言します。宣言するとね、そのエネルギーが来ますから、来たね。来た来た。宇宙語が出そうだけど、今日は出さないからね。うん。で、アルクトゥルスから、じゃあ、みんなに対するメッセージをください。この広い宇宙は、みんなのものです。あなたのものであって、私のものであって、みんなのものです。あっていう気づきね。あっていう気づきだけですよ。あなたと私はつながっていて、すべては一つです。一つという始まりからすべてが始まって今があるのです。そのことを、あっていう気づきね。認めて思い出してください。あなたの素晴らしさを私たちはよくわかっています。あなたの素晴らしさを、価値を今しっかりと自分自身で認めてください。それが始まりであり終わりでありますだって、すごいね。すごいメッセージだね、これは。おうおう、始まりであり終わっちゃうんだ。へえ。うん。これもね、だから今、アルクトゥルスからのメッセージさ、来ちゃったよ。来ちゃいましたね。うん。あってやつね。こんなこと言ってんのかなみたいな。うん。アルクトゥルスとつながるとなぜかね、視界が白くなるんだよね。
なんでかっていうのも全然よくわかんない。けど、いいんじゃないの？白くなればね。って感じです。それが全然すごいとも思わないし、何が起きてるかわかんないけど、まあ、繋がった時のエネルギーでそんな感じになるのがね。うん。それだけです。あとなんかあるかな？宇宙存在のやり方。うん。宇宙存在もだからこういう感じで、呼んで繋がれば繋がっちゃうからね。自分が好きな惑星と。私はアルクトゥルスと結構縁があるから、アルクトゥルスが受け取りやすいんだけど、これが例えばシリウス。シリウスのなんか人とかさ、長老とか惑星とか、そんな感じでもできると思うし、宇宙連合でもいいと思うし、うん。地球のシャンバラとかから、なんか地球のさ、地底王国とかあるとか言ってるよね。地球の中にさ、なんだっけ、地下王国みたいのがあるらしいんですよね。この中にシャンバラっていうとこがあって、アダマとかなんかいるって言われてるから、アダマにつながってみようか。アダマからどんなメッセージが来るかちょっと今いきなり思いついちゃったので、アダマっていう存在からメッセージを受け取ってみます。じゃあ私はアダマとつながりますって宣言して、お、来た来た来た。なんかズーンっていう感じの今つながった感覚があったので、じゃあアダマ、なんか言いたいことあります？でね、これね、私いろんなのにつながってるけど、つながってる時にもうね、上も下もないからね。私たち宇宙そのものだから対等なんですよ。神様だって仏様だって宇宙存在だって、なんだハイヤーセルフだってアダマだってみんな一緒です。対等、もう友達みたいな感じ。対等知らないけど友達でいいんですよ。つながってるからね。対等だっていうことが前提で、全てに対して対等だってもう思ってます。パニビッテリに落ち。じゃあじゃあじゃあ。じゃあアダマにつながってメッセージをみんなに受け取ってみましょうかね。アダマとつながってメッセージを受け取ってきます。すごい近くにいるんですって。私たちなの、うん、すごく近くにやっぱりいて、今までは、つながる人が少なかったり、やっぱり知ることによって恐れを、このね、地球の中にそんな存在がいるなんて知ってしまうとね、やっぱ恐れる人たちも出てくるので、出てこなかったみたいなので、だけど同じ地球人っていうかね、この地球で暮らしてる存在なので、手を取り合って、このアセンションというパーティーというかね、フェスティバルみたいなところを楽しみましょうって言ってて、これから交流がもっと始まっていくみたいなんですね。交流。まあこれってね、私もチャネリングしようって思ったのもそうかもしれないね。うん。心強く思ってくださいって言ってます。あなたたちの、あなたたちは私たちとつながっているので、うん、ぽっちゃれぽっちゃれ。ぽっちゃれな。うん。わかった、わかった。ちょっと待ってて。うん。まあ、そんな感じですので、うん。あ、わかった、わかった、わかった。バゴー、オッケー、オッケー、わかった。ソニちゃん見てみて。あ、わかった。うん。まあ、そんな感じでいろんな、ごめんなさいね、ちょっと途中で。チャネリングを楽しんでいただければいいかなと思います。